カープライムでは毎週注目の車、気になる車を紹介しています。ぜひチャンネル登録、そしてもしよかったら高評価よろしくお願いします。カープライムナビゲーターの川西圭介です。今日は日本とイギリスを代表する素晴らしいスーパースポーツカーを、紹介したいと思うんですが、なんとですね、この方をゲストにお招きしております。土屋圭一さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、GTR はもちろんですけども、マクラーレンもレースでドライブされたことがありますよね。はい、そうですね。ルマン24時間でね、戦った車なんで思い出深いです。はい、土屋さん、このですね、マクラーレン 720S は、マクラーレンの中では一番メインになるそうですね、モデルですよね。はい、アルティメットシリーズという、セナとか、すごい1億円を超えるようなシリーズと、あと一方でもう少しエントリーのシリーズがあって、その中間になりますけども、値段で3500万円ほど。そうですね。はい、ちょっとした物件がマンション買えますね。買えますよね。税込み4000万ですね。そうですね。ですし、社名にもある通りですね、720馬力を発揮するという、マクラーレンの中の、真ん中って言っても普通に考えれば超ド級のスーパーカーですよ。スーパーカーですよね。かつてルマンでは、マクラーレン F1 ですよね。そうですね。ロングテールノーズの後ろがもっと長いんですよ。ストレートスピードを出すために。で、ダックテールになってて。そうですよね。デザイナーのゴードン・マレーがデザインして、ちょうど真ん中にドライバーズシートがありましたよね。そうです。3人乗れるんですね。そうか、前に1人と後ろに2人。なるほど。だからセンタードライビングになるわけですよ。だからもう感覚としては右も左もすごい乗りやすいっていう。そうか、状況が許せば真ん中に乗るってのは非常にいいんですね。いいですね。でもあの頃はマクラーレンってやっぱり F1 では、例えばマクラーレンホンダでの大活躍が有名でしたけど、ロードゴーイングカーメーカーとしては、まだ始まったばかりだったじゃないですか。そうですね。ただやっぱり乗ってみると、普通にこういうワインディングにしろ街中にしろ乗ってると乗用車と変わんない。そうですか。でサーキットに行ってスポーツ走行をすると、スーパーカー。なるほどね。だからフェラーリやランボルギーニと違って、もういつもどこでもスーパーカーじゃなくて、マクラーレンの場合は控えめなお姫様っていう感じ。なるほどなるほど。全体の形はマクラーレンなんですよ。ただやっぱり細かくこのインテークだとかね、エアインテーク、フロントからの入り方、あとはエンジンに入るエアインテークの入り方が、ランボルギーニとかフェラーリは横のサイドポンツールから入る。だけどマクラーレンは上から入るっていうね。すごい大胆なデザインですよね。こういうデザインをするのがマクラーレンですよね。だから本当なんかこんなとこからっていうね、普通はここにでかいライトを入れるんだろうなって。そうですよね。ここはヘッドライトですけど、これヘッドライトは本当に薄いこれウインカーがあって、ここは本当インテークになってますもんね。そうですね。ちゃんとほんで風が当たって後ろに抜けてますからね。ホイールハウスの中に。だからやっぱりものすごくデザイン性を重視したのがマクラーレンですよね。車の中でもやっぱ最近は本当にエアインテーク風で実は穴が開いてないとか、デザインのためのデザインってありますけど、マクラーレンやっぱもう基本的にはその機能、格好だけじゃなくて、やっぱりマクラーレンっていうのは機能重視のデザインを仕上げてきますよね。そうですね。だから本当に美しい車、マクラーレンって。なるほど。やっぱこんなボンネットからドアにかけて上から空気を入れるなんて普通考えないでしょ。横から入れるよね。やっぱりあれですかね、そこはやっぱりレース屋さんっていうか、もともとがだからやっぱりなんだろう、コンストラクターズということもあって、空気がどこに一番流れて空気の流入量がどこが一番多いかっていうのを知ってますからね。そういうことを考えると普通のメーカーじゃここから風を取り入れるなんてね、考えない。まずそうですよね。考えない。おっしゃるように普通だったら横、そうですね、穴を開けて、後ろのエンジンを冷やすということですよね。これはね本当に考えましたよね、このデザインは。でもね、ボディもほぼほぼカーボン。そうですね。よく考えてますよこれは。後ろもやっぱりなかなか常識とは違う、こういうマフラーの位置にしてもですね、だからもう先代の時からそうですけど、マフラーを下に持ってきちゃうと、どうしてもこの仮面のディフェーザーの位置も変えなきゃいけないっていう、凹凸なんか考えなきゃいけない。だけどここに持ってきたことによってリアをフラットにできるっていうね。
だから風の流れをずっとこう整流して後ろから跳ね上げる。だからもう本当よく考えてますよ。下をもうすっぽり覆われてますね。そうですね。リアのサスペンションのアームとかがやっぱりレーシングカーですね、これ。いやもう本当にそうですよ。だからこのまま N1 に持っていけるぐらい、N1 レースにこのまま出せるような車ですよ。なるほどね。まあそれでいてなんでしょう、ある意味公道も公道はもう普通に走れちゃうっていう乗用車感覚で走れちゃうんですよ。だからその圧迫感がないの、運転席も全く圧迫感がない。で室内もケバケバしてない。そのフェラーリとかランボルギーニみたいにうらすげえだろみたいな、そういうのないですね。ない、もう至ってシンプル。言い方を間違えるとチープみたいな。そうかもしれないですね。だけどやっぱりイギリス人が考えるものは、いやチープじゃないよ、シンプルなんだよっていう、余計なものいらないでしょっていう。そう、ランボルギーニ、フェラーリ、あとはねアストンマーチンをいただきますけど、ちょっと一線を画してますね。なんか違いますね、考え方というのが。もう中身で本当に選んでいく、その車の中身を知ってる人が乗ってるのがマクラーレンですよ。よくスポーツカーのキャッチコピーでこうサーキット生まれみたいなのがありますけど、まさにじゃあそういうことですね、マクラーレンなんかは。だからそういうことも一切言わない。言わない。言わない。もう言わない。だからもう言えばっていうね、我々からするとその普段乗ってもいい車で乗用車感覚で乗れるし、サーキット行ったらサーキット行ったで、ちょっとすげえんだぜっていう、その危ないところがない。もう通常のスーパーカーになるとすげえグリップするんだけど、じゃあどこでリバースするのって、それを超えた時いきなり行っちゃうから、これはインフォメーションをちゃんとくれるの。そろそろリアが来るよ、だからサーキット同じその300キロで走ってもコーナーを、これは怖くない。だからそういうことを分かってる人がマクラーレンに乗る。でもそれは300キロの世界を知ってる人の感覚ですよね。まあでも200キロのスピードでもそうですよ。200キロでも何ともなかったけど205キロでいきなりスピンするとかね。でもそれがない。エンジンはですね、今の話を聞いてマクラーレンらしいと思うんですけど、普通はですねガチャって開いて見せびらかせるようになってるんですけど、実はマクラーレンこれ工具を使って開けないと、これ開かないと。そうですね。今ちょっとエンジンを見れないんですけど、4リッターの V8 ターボで出力が720馬力の770ニュートンメーターですが、出力としては大きい方ですよね。大きいと思いますよ。僕らがそのルマン走ってた F1GTRがだいたい630馬力ぐらいだったのかな。だからもうどんどんパワーが上がってきてますよ。その辺の車のパワーっていうのは上げようと思えばいくらでも上げられるもんなんですか？上がりますね。もう全然上がるのは別に上げられる。800馬力900馬力ぐらい上がっちゃうと思いますよ。でもそれをやっぱり1台の車としてトータルで考えると、まあ時代に合わせた、まあその地球環境であるとか CO2 であるとかっていうことを考えると、でかい排気量よりも4リッターぐらいのターボにした方がその効率もいいっていう。土屋さんがレースで乗ってらした頃は、BMW エンジン BM のエンジンですね。その時も本当にトルクはあるし、エンドも300キロ超えても伸びていくし、やっぱりいいエンジンだなっていうは思いましたよ。マクラーレンっていうとね、どうしてもなんだろう、僕らシャシー屋さんっていうか、F1 のイメージなのかもしれないんですけど、そういうイメージが強いんですよね。このコーナーを200キロで行けるか行けないかっていうところをね、他の車だとものすごくこう集中していくんだけど、マクラーレンはそこを普通に行っちゃうんで。なるほど。だからレースやってても、その24時間やってても神経を使わないで速く走れる車。それはでも特に耐久レースなんかでは、重要。最終的な速さにつながりますね。そう本当綺麗な車。こう風の流れが見える。そうですね。っていう感じですね。本当マクラーレン F1GTR はもうちょっとロングテールで、なるほど。そのルマンのね、トップスピードを伸ばすために。ロングテールの方がトップスピードは伸びますね、空気の流れとしては。でもマクラーレンのね、そのハイパフォーマンスはね LT、ロングテールっていうね名前がやっぱり付けられてますからね。派手さはねランボルギーニとかフェラーリには負けますけれども、やっぱりそういうところで勝負してないんですよ、マクラーレンって。なるほど。やっぱこう一般の人なんかでもただただお金持ちってフェラーリとかランボルギーニ行くんですけど、マクラーレン選ぶ人っていうのは車好きですよ。
中身が好きっていう、そういう人が多い。車にそんな興味ない人でもフェラーリ知ってますけど、マクラーレンって言ってもね、知らないですもんね。F1 って言われますよ。そうですよね。だから本当にだから普通の人にマクラーレンにこういうロードゴーイングカーがあるっていうのは知らないですよ。そうですよ。それをね、フェラーリとかフェラーリ以上の、買ったとしたら金額がかかるわけですから、同じですよね。3500万って言ったらもうポルシェもフェラーリもランボルギーニも買えますからね。だからそういう意味で言ったら格好で選ぶか中身で選ぶか。なるほど。存在感をあらわにするのはこのドアを、これやりすぎだと思うんですけどね。やりすぎですかね。これやりすぎだと思うんですよね。でもね、やっぱりグッときますね。いや、きますけどね、目は引きますよ。目は引きますよね。だけど普通にこう上げればと僕なんかだと思うんですけどね、普通に横に開いてよみたいな。恥ずかしいかもしれない。ちょっとね、気恥ずかしいというかね、これがないとちょっとね、そういったように他のスーパーカーよりちょっと地味なところもある。そうですね。これはこれで演出としてはありかなと。内装もね、非常にシンプルといえばシンプル。いや本当シンプルですよ。センターコンソールからメーターパネルなんか見ても、これが3500万するのっていう。だけどやっぱり彼らに言わせればこれ以上何が必要なのっていう、必要最小限なものがあって軽量化をして、で安っぽく見せないように作ったんだけどっていうのがマクラーレンの考え方ですよね。必要なものを必要なだけという考え方なんですね。と思いますよ。座られてみてこのドライビングポジションの作り方みたいなのはどう感じられますか？これはもうやっぱり本当にポルシェやフェラーリやランボルギーニやアウディと比べると、その豪華さっていうものがないでしょ。そうですね、そうですね。もうシンプルイズザベストっていう、これぞピュアスポーツカーみたいな作り方、これはもうマクラーレンの伝統ですね。その高級そうに見せる必要がないっていう。だから本当に必要最小限のものしかつけてないし、なおかついろんなものつけても何の意味もないっていうのがマクラーレンの考え方ですよね。そうですね。結構象徴的なのがやっぱり、このね、これを押した時に、メーターが下がって、これするともう本当に回転とスピードと、だけの表示になるんですけど、そうですね。必要なものだけ。その分こう視界が開けると。やっぱりレーシングマシンの場合はもう本当最低限の情報しかないわけですよね。そうですね。本当だからもう回転と油温と水温とその電圧とみたいなものしかないですからね。しかしシンプルですよ。そうですよね。ただどうでしょう、シンプルだけどやっぱりなんかこう作りの良さみたいなものは伝わるんですかね。そうですね。だから我々からすると本当になんか落ち着く車、そのキラキラごちゃごちゃしてなくて本当にこう運転だけに集中できるようにしてるんでね、我々からすると落ち着く車ですよ。なるほど。実際これ、レーシングカーの場合はもっといろんなものが入ったり、シートとかもシンプルになるわけですよね。そうですね。スーパー GT の FIA GT になってくるとやっぱりいろんなものを取っ払って、必要なメーターだけですよね。実際土屋さんもこの、マクラーレンの現行モデル自体はもう本当に久しぶりということなので、この現行型をちょっと乗ってですね、走らせてどうなのかを、確かめていただきたいと思います。こういうのね、買う方が結構いるからすごいですよね。本当だよね。本当だよね。この前も動画見てたんですよ。中古車屋さんの動画で。でこれをオーダーして半年待って買った4000万ぐらい買った人がいて、もうその人が1週間で手放しちゃったんですって。でなんでって言ったら面白くなかったっつってなんかもうちょっと多分フェラーリのようなワンっていうのをもしかしたら求めてたかもしれないですけど、お金持ちはやっぱ分かんないですね。面白くなかった。面白くつまんなかったって。面白みはないよね。そういう車じゃないですか。面白みはない。だから我々からすると、安心して飛ばせる車。なるほどなるほどなるほど。安心してかっ飛ばせる車。逆に例えばフェラーリとかランボはちょっと違うんですか？やっぱりいきなり来るからね。なるほど。そうか。いざという時というか何かがあった時は大丈夫って言っていきなり来るから、あれが怖いよね。なるほど。マクラーレンはそれがないもんね。そこが安心できるというかちょっと信頼できるようなところ。インフォメーションが来るよね、その滑り出す前に。ポルシェもちょっとあるかな、そういうところが。なるほど。フェラ
ラーリとかランボはないからねいきなり来るからね。なるほど。じゃあもうプロでもちょっともうその領域入ったらどうしようもないこともあると。いきなりリアが来る怖いっすね。怖いっす。でもでもフェラーリってでも例えば F1 でね、あれだけ活躍して歴史があるわけじゃないですか。それなのに市販車っていうかそういうもんなんですか？だからもう全然社員が違うからね。あ、そのレース部門とそう市販車部門と。ああ、なるほどなるほど。そうか。F1 ドライバーが最終的に OK を出してんだから、まあ滑るとかって考えねえんだろうななるほど、滑った後のことは考えてねえんだろうななるほど。まあその辺マクラーレンはちょっとまあそれまあ真面目っていうかわかんないですけど、やっぱりちゃんとしてるっていうか、そう車としてのインフォメーションを与えるっていうね、派手さとか、そういう刺激を求める人にとってはなんか割と地味に感じてしまうっていうところもあるのかもしれないですね。と思うね。やっぱり普通に我々が乗っていい車って安心できる車、だからその金持ちとか刺激を求める人にとっては味気ないっていうかつまんないんだろうね。そうですよね。そうですね。ルマン乗ってて楽だったもんね。やっぱそうなんですか。ルマン乗ってて楽。NSX なんかはもう本当にこうカミソリみたいにピッ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 ってこうすげえ神経を集中して研ぎ澄ませないと。そうそれが楽になった。楽だけど、まあだからタイムは出てるってこと？もちろんまあ例えば同じ速さで走ったとしても疲れ方が違う。それはでも耐久レースにおいてはやっぱりアドバンテージですよね。疲れないっていうのは楽だったね、マクラーレンはね。その時のマクラーレンになんかちょっと足りないものっていうのもあったんですか？足りないもの、パワーだね。あ、パワーですか。パワーもうちょっと欲しいなっていう感じ。もう300キロは出てるんだけどね。もうちょい欲しいなっていう感じだよね。余裕というか。そう。よく車ってやっぱりもうキャリアがあったりプロはやっぱこう走り始めてすぐこう感じるものがあったり、あ、これいいとかこれどうかなって思うとかって言うじゃないですか。土屋さんもそういう感覚ってありますか？それはないな。それはないですか？やっぱりそれはね、やっぱ走ってみないとね分かんないですか？ちょっと転がしてくらいじゃ分かんないよね。ああ、そうなんですね。やっぱ本当にちょっと転がしてみた感じの感想はどうですか？まあ普通の普通の車だよね。普通の車、なるほど。構える必要がないよね。そうですね。そこが我々にとっては安心っていうか、楽。そう、他のポルシェとか、まあフェラーリ、ランボルギーニなんかと比べるとね、楽。そんなに構えなくて乗れるっていう。これがでもいざサーキット持ち込むとどうなんでしょうね。それでもやっぱりその安心のままいけるってことなんですかね、このマクラーレンだと。いけるね。それすごいですね、ある意味。だから同じその200キロのコーナリングした時に、俺はフェラーリやランボよりも割と安心して走れる車だと思うな。なるほど。主張しないの。主張しない。それがいいんですか？それがやっぱりイギリス風っていうかな。そうですね。イタリアとの違いですね。イタリアってやっぱイタリア人もそうですけど主張が強いじゃないですか。イギリスってこうさ、なんだろう、奥に秘めた美しさみたいなね。そうですね。そういうのがあるよね。アンダーステートメントとか言いますけどちょっとやっぱ控えめですよね。だけどそれがいいんだよね。実際あれですか、そういうイギリス人とか、まあいろいろねレースを通じてもあると思いますけど、そういう印象ってありますか？例えばイタリアンとはちょっと違うぞっていう。イタリア陽気だよね。イタリア人は陽気ですよね。なんか本当に真面目に仕事してんのかなみたいなね。イギリス人、ドイツ人は真面目だよね。そうですね。だからまあ日本人と合うっていうんでしょうか。やっぱそういうところはなんかありますよね。と思うね。本当に何十年も前のイギリス車ってひどかったよね。まあそうかもしれないですね。本当ひどかった。何か昔のイギリス車でって思い出ありますか？
やっぱり1970年代のジャガーなんてひどかったよね。ああ、なるほど。これ極寒の地しか走れないんじゃないの、っていうさ。ちょっともう気温が高いと。そう、でもジャガーってね、その昔はレースシーンでね、もともと活躍してたわけですけどね。いやだけど本当に1970年代のジャガーってひどかったよ。すぐオーバーヒートしてあ、なるほど。大丈夫かよみたいなね。そうですよね。そう、すぐ水温上がっちゃうまあそれはイギリスはね、涼しいですからね。そういうところでは走れるけど、アジアではちょっときつかったのかな。だからまだそういう世界的なグローバルなそうかそうか作り方はしてなかったんだよね。土地土地で、国々でね走る分にはいいけど、よその国持っていくとちょっと走れねえよみたいな。そうですよね。でもやっぱそういうのをなんか世界にこう知らしめたのはやっぱ日本車っていうのは大きいでしょうね。と思うな。どこでどう走ってもね、ちゃんとこう壊れないというか。それで世界の車はどんどんね、やっぱりレベルが上がってきましたよね。そういう点でね。そう思うよ。今このねイギリス車ってマクラーレンのでなんか別に壊れたりとかそういう気はしないですもんね。ないね、本当ないね。どうですか、ブレーキなんか僕もさっき言いましたけど、僕ら普通のドライバーが運転するとやっぱちょっと踏まないと効かないなっていう感じがまあしたんですけども、それはもうマスターバックとかそういうのがあると思うし、あとはやっぱりそのカーボンのローターっていうのは温度が上がった時のためだから、本当にそのなんだろう、ピュアスポーツ以外はあんまり必要ないものなんだよね、カーボンブレーキって。だからやっぱりその300キロでサーキット走るような人たちのためのカーボンだから、だから普段は乗りにくいと思う。カーボンブレーキっていうのは。でもここのところはここ何年かでもこういう普通に乗れるようになったよね。ちょっと甘いかなぐらいで。昔のカーボンブレーキはもっと最初熱概念と全然効かないみたいな。冷えてる時なんか踏んでも壊れてんじゃねえのこれうわーいっちゃうよみたいな。そうですよね。冷えてる時は本当危なかったね、昔のは。でも今はやっぱその辺性能良くなってきて、冷えててもある程度はもう効くようになっているという。我々が今乗ってもちょっと甘いなぐらいで怖いって思わない。ちょっとじゃあスポーツモードを入れてみていいですか。じゃあ足回りとエンジンをスポーツモードしてアクティブ。これでモード変わったと思います。メーターの色が変わった。この上にトラックっていうのはもう本当にトラックモードなんでなっちゃいます。やっぱタコメーター見て回転の落ちとかも速いですね。いいエンジンだよね。メルセデスにしても BM にしても600馬力あっても普通に乗りやすいしね。それはもう今もうね、電子制御でできるわけですね。品がいいよね。そうですか。確かにそうですね。本当に品がいい車。どうですか、もうちょっと派手な方が良かったりします？もう派手なのは恥ずかしくて乗れない。なるほど。これだったら普通に乗ってても。そうそう、ポルシェマクラーレンだとね、こう控えめな美しさがあるから、乗りたいなと思うよね。ただやっぱりこの車に乗ったらどうなんですか、やっぱりこうサーキットを走らせてみた方がいいよって感じなんですかね。いやもうスーパーカーに乗ったら、スポーツカーに乗ったら一度はやっぱりサーキット走んないとね。そうですよね。自分の車がどれだけすごいのかっていうのはさ、サーキット行かないと分かんないからね。そうですよね。いいね。いやちょっとターボが効くとやっぱりそうだね、すごいですね。いやー、鳥肌立った今。すごい。やばいちょっとこれはいやだからすごいよくできてる。そうですね。720馬力をちゃんと路面に伝えてくれるわけじゃん。そうですよ。怖さがないですね。今だって全開で加速した時にさ、やっぱ500馬力もあったらまっすぐ走んないよ、この雨の中。そうですか、そういうもんですか。全然ですね。で、じゃあトラコンが介入してるかっていうのはそういうのは気づかせないじゃない。
いや全然、そうですね。まっすぐ加速して、はい、すごい滑らかに。そうそうそう。じゃあその電子制御が邪魔をして、加速を鈍らしてるかって言ったらそうでもない。そこをこう感じさせないで、720馬力をしっかりと前に送り出してるっていうのね。やっぱり今こう踏み込んでなんかロスしてるとかそういう感じはやっぱ感じないですか、運転してて、しっかりやっぱり推進力に変えてる感じですよね。普通だったらホイールスピン起きて、お尻フリフリっていう加速だよね。なるほど。前回にしたら、それがないもんね。名門チームが作ってるスーパーカーだよね。そうですね。ただの F1 チームが作ってるすごい車じゃないんだよ。なるほど。名門がやっぱりロードゴーイングカーを作ると、こういう本当にこうトータルバランスの優れた車を作るんだよっていうことなんだよね。やっぱちょっと玄人受けですね。なんかそういう意味では素人のお金持ちだとやっぱりこの良さがわからないかもしれない。わかんないっていうか物足んない。物足りない。フェラーリやランボルギーニみたいな派手さがわかりやすさ。そう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 。これはだってマクラーレンっていうのはさりげなく速いから。さりげなく速い。そうですね。まさにね。もうちょっとちゃんと作れよって感じだよね。そうですよね。だからなんでしょう。やっぱり車としてはいいんですけど、扱いやすさ、そういうとこはね、もうちょっとね。車屋じゃないんだよ。なるほど。なるほどなるほど。レース屋。なるほど。ものづくりとしてはいいんだけど、そういうちょっと使い勝手がそうですよね。そう車屋じゃないの。レース屋さんが作った車。確かにそういう感じですね。そういうところがなんかもしかしたらお金持ちの車好きの方は物足りないところもあるかもしれないですね。面白くないんだろうね。椅子一つで金持ちって嫌になるじゃん。そうですね。なんだよ。なんで動かねえんだよ。そういうおもてなしがね。お金のかけどこが違うということなんですかね。そう。中身で買うか見た目で買うか。なるほど。だからやっぱあれですね、玄人向けですね。と思うんだよね。我々からするとやっぱりかっ飛ばして安全な車を選ぶしさ。だけどお金持ちっていうのはどっからどう見てもやっぱりこうギラギラしてる。そうですね。なんかこう所有して満足させてくれるもの、持ってて嬉しいものですよね。とやっぱ乗ってなんていうかな、飛ばせるっていうのはまた違いますね。だからね、本当にこのメタマリなんか軽だよね。確かにそう言われれば確かにそうだ。高級感のかけらもない。ないですね。この辺なんか CRZ みたいな。よく言えばね、シンプルですけど、よく言えばシンプルですけど、これが3500万から4000万する車だって考えると、もうちょっとあってもいいんじゃないのっていうところがありますよね。そうなんだよね。車好きからするとシンプルで、ごちゃごちゃしてなくていいよってなるんだけど、お金持ちからするとなんだこの安っぽい室内はなるよね。そうなんですね。だからイギリス車ってやっぱり歴史的に見てもあんまり商売が上手じゃないっていうかね、やっぱりかつては高性能でしたけど、やっぱり日本車がこう出てきた時に一回イギリスの自動車産業ってもう全部ダメになっちゃうわけじゃないですか。ジャガーとかね、ベットレとかもで、最近やっぱりそれこそ BMW とかのお金が入ってまた復活してきてるわけですけど、商売は下手ですよねと思う。真面目だしね、プライドもあるとは思うし、優れた国民だと思うんですけど、なんかちょっとあまりおもねらないっていうか喜ばそうっていう感じがあんまりないですね。ないよね。でも中身はね、めちゃくちゃいいっていうか、扱いやすいっていうか、飛ばしても安心な車作るんだけどね。やっぱそれはそれこそこの行動っていう場面じゃなくて、サーキットに行った時にその飛ばして安心っていうのが本当に実感できるでしょうね。そう、マクラーレンの良さだよね。
動くからね。ああ、なるほど。そういう意味ではやっぱりマクラーレンは FR っぽいよね。あ、なるほど。ミッドシップなんだけど動き方のその、まあ、落ち着きとか安心感は FR っぽいものがある。ということでね、今日はマクラーレンと GTR、もう日本とイギリスのスーパースポーツカーに2台ね乗っていただきましたけども、やっぱり対照的ですね。そうですね、これはもう本当にスーパーカー、スポーツカー、こっちはやっぱり GT カーの頂点っていう感じですよね。なるほど。やっぱりどうでしょう、土屋さんにとってこう運転する楽しさっていうのは、やっぱ同じようにあるものなんでしょうかね。まあこういうところ普通に乗ったら、どっちも乗りやすい。どっちも乗りやすい。どっちも乗りやすい。でサーキットに行くと個性が出る。個性が出るというと、例えばこの2台でいうと、まあこれはもう本当にサーキットに行くと、ピュアスポーツカーの走りがちゃんとこうビタッとこう張り付いたような走り。なるほど。これはこれで暴力的な速さ。でやっぱりこう1800キロの重さが、その高速コーナーでは多少出るっていう、やっぱその背の高さ、そういう違いはあるよね、やっぱこう GT カーとスポーツカー、ただやっぱりラップタイムを測ると、世界のスーパーカーと遜色ないタイムで走る。それすごいですよね。いやすごいですよ。この形というかね、もともとが乗用車をベースにしたような形ですよね。土屋さん、これからもまたカープライブ出演していただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。